さんこんにちは、ゆかです。こちらの動画は実用日本語5です。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使われる表現が学べます。本日は以前神戸で撮影したこちらの Vlog を使ってレストランの2つの場面の会話をご紹介します。一つはレストランの店員にメニューを持ってきてもらう場面。もう一つは会計の場面です。今回の動画の中で私も店員さんもゆっくり話したり簡単な言葉を使ったりしていません。いつも通りの日本人同士の会話です。そのため最初は少し難しいと感じるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。最後には動画には出てきていないけれどよく使われる表現についてもご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速始めましょう。まずは今日の練習の流れを説明します。以前実用日本語シリーズを見たことがある方はこの説明の部分を飛ばしても構いません。直接練習を始めてください。初めて見る方はぜひ最初に練習の流れを把握してください。最初に字幕がない動画を1回見ます。この時点では聞き取れなくても大丈夫です。全体の流れが分かれば OK です。続いて私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。次に私から重要なキーワードについて一つ一つ解説します。その後、日本語の字幕付きの動画を一度見ます。最後に字幕がない動画をもう一度見ます。この時点ではほとんどの日本語が聞き取れているはずです。それでは早速始めましょう。まずは字幕がない動画を一度一緒に見ましょう。今回の Vlog は神戸の和食のレストランで撮影したものです。今回の動画の中には2つの場面が出てきます。一つはレストランの店員にメニューを持ってきてもらう場面。もう一つは会計の場面です。この会計の場面では日本の店でよく使われるポイントカードが出てきます。それでは一度見てみましょう。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ありがとうございます。じゃあカードでお願いします。初心館のポイントカードお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？それでは私からキーワードを10個提示します。こちらです。すみません。夜のメニュー。いいですか？参考。かしこまりました。カード。ポイントカード。ないです。大丈夫です。ごちそうさまです。それでは続いてこのキーワードに注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ありがとうございます。じゃあカードでお願いします。初心館のポイントカードお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。どうでしたか？すみませんやポイントカードなど何か聞き取れた単語はありましたか？では続いて私から一つ一つの会話について解説します。最初に店員を呼ぶときによく使う表現、すみません
です。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。今回私は、すいませんと言いました。すみませんとすいませんの意味は同じです。話し言葉でよくすいませんというのが使われます。皆さんが言うときはどちらでも構いません。すみませんでもいいし、すいませんでもいいです。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。そしてこのように店員を呼んだ後、自分の要求を伝えました。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。でこの時申し訳ないんですが、私は関西弁で話しています。関西弁というのは、関西地方、この辺りのエリアに住んでいる人たちが話す方言です。普段私は授業をするとき、標準語で話していますが、家族と話すときや、この地方へ行ったときは、関西弁をよく話します。それで、この部分、私のイントネーションは関西弁のイントネーションになっています。標準語で話すなら、このようになります。夜のメニューって、もしあったら見せていただいてもいいですか？すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ここでポイントになるのは、夜のメニューです。私たちは昼ご飯を食べに来ました。でも、夜、このレストランでどんな料理が提供されるのか気になったので、夜のメニューを見せてほしいと思いました。そのためにこのように言いました。夜のメニューって、もしあったら見せていただいてもいいですか？すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。もしあったらというのは仮定の条件を表しています。見せていただいてもいいですか？何々っていただいてもいいですか？この形で丁寧に相手にある行動を要求します。例えば、私は相手に座ってほしいと思ったら、座っていただいてもいいですか？塩を取ってほしいと思ったら、塩を取っていただいてもいいですか？続いて店員は、私が言った夜のメニューという部分を切り取って復唱しました。夜のメニュー、はい。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。その後私はこのように言いました。参考までに、すみません。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。今すぐこのメニューを使って何かするわけではないけれど、今後のために、次夜に来た時のためにという意味で、参考までにと言いました。参考までに、すみません。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。その後店員はこのように言いました。かしこまりました。すいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。かしこまりましたは日本人の店員がよく使う表現です。このメニューを見せてほしいと要求する言い方ですが、他にもこのような言い方があります。見せていただいてもいいですか？見せていただけませんか？見てもいいですか？見たいんですが、いいですか？この中で比較的丁寧なのは、見せていただいてもいいですか？と、見せていただけませんか？です。もし皆さんが手いただくの表現が難しいと思ったら、見てもいいですか？とか、見たいんですがいいですか？と言ってもいいですよ。そして店員は私の要求通りメニューを持ってきてくれました。なので私は感謝の気持ちを伝えました。ありがとうございます。
すいません、夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ありがとうございます。続いて場面が変わります。今度は会計の場面です。ここで支払い方法を私から提示しました。じゃあ、カードでお願いします。じゃあ、カードでお願いします。このカードでのでというのは支払いの手段を表します。前に支払う方法を入れます。例えば、現金でとか、クレジットカードでとか、または QR コードでというふうに使います。その後店員は、お預かりいたしますと言いました。じゃあ、カードでお願いします。預かるというのは、人から頼まれて、物や人などを一時的に保管すること、世話をすることです。預かるです。例えば、荷物を預かる、友達の犬を預かる、このように使います。何々しますというのは謙譲表現です。例えばこのように使います。コートをお預かりします。荷物をお預かりします。今回の会話では店員は私のクレジットカードを預かりました。そのためこのような会話になりました。じゃあカードでお願いします。お預かりいたします。じゃあカードでお願いします。その後店員は私にポイントカードについて尋ねました。出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。ポイントカードは日本の店でよく聞かれる単語だと思います。こちらのレストランでもポイントカードがあるみたいで、店員は私にこのように聞きました。出身館のポイントカードお持ちではございませんか？出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。お持ちではございませんかは、持っていませんかの丁寧な表現です。持っていませんかというのは実は持っているかどうか確認したいときに使う表現です。出身館のポイントカードお持ちではございませんか？出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。私はこのポイントカードを持っていなかったので、このように答えました。ポイントカードはないです。出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。このないですの部分はありませんでもいいですね。ポイントカードはありません。ポイントカードはないです。ありませんの方が少し丁寧な印象を受けます。もし皆さんがポイントカードを持っている場合は、はい、ありますと答えます。今回私は持っていなかったので、このように言いました。ポイントカードはないです。出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。一般的に客がポイントカードがないと答えたら、店員は続いてこのように言います。お作りいたしましょうか？出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。お作りいたしましょうかは、作りましょうかの丁寧な表現です。ここで出てきている表現、ごしますというのは謙譲表現です。今回はしますの部分がいたしますとさらに丁寧になっています。お作りいたしましょうか？出身館のポイントカードをお持ちではございませんか？ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？大丈夫です。ありがとうございます。最後のましょうかというのは、手伝いを申し出る、提案するときに使います。例えば、荷物を持ちましょうか？手伝いましょうか？このように使います。私はポイントカードが必要ないと思ったので、このように答えました。大丈夫です。
主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、承りました。はい、ありがとうございます。ここで私が使った大丈夫ですというのは、多くの外国人が迷うところだと思います。ここでの大丈夫ですというのは、その提案や手助けは必要がないという意味です。一般的に、荷物を持ちましょうか？手伝いましょうか？と言われて、大丈夫ですと答えたら、それはその手助けは必要ないという意味になります。続いて店員は、受けたまわりましたと言いました。主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、承りました。はい、ありがとうございます。受けたまわりましたというのは謙譲表現の一つです。受ける、聞く、伝え聞くなどの意味があります。特に店員が客からの話とか要望、要求などを聞いて分かりましたという時によく使われます。受けたまわりました。主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、承りました。はい、ありがとうございます。最後に私は店員が提案してくれたことに対して感謝の気持ちを伝えました。はい、ありがとうございます。主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、承りました。はい、ありがとうございます。ここで会計が終わったので、私たちは店を出ました。その時、店員にこのように言いました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。店員の方も、ありがとうございました。と答えました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ここでポイントになるのは、ごちそうさまという表現です。ごちそうさまというのは皆さん聞いたことがあると思います。食事を始める前にいただきます。食事を終えた時にごちそうさまですよね。実は自分が食事を食べ終わった直後だけでなく、レストランで食事を作ってくれた人とか、サービスをしてくれた人に対してもごちそうさまと言います。さらに、そのレストランで食事代を全部払ってくれた人がいたら、その人に対してもごちそうさまと言います。ごちそうさまは少しカジュアルなので、後ろにですとかでしたをつけます。今回私はごちそうさまですと言いました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ごちそうさまですとごちそうさまでしたの違いはほとんどないんですが、厳密に言うと、食後すぐの場合はごちそうさまですでもいいです。でも、例えば、昨日はごちそうさまでしたというように完全に過去のことの場合はでしたの方がいいですね。今回の場合はまだレストランの中にいて食事を終えたすぐ後の時だったので、ごちそうさまです、ごちそうさまでしたどちらでも構いません。今回私はごちそうさまですと言いました。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい。それでは続いて日本語の字幕がついた動画をもう一度見てみましょう。今一つ一つの表現を勉強してきたので、全体の会話の流れがわかるはずです。それでは早速見てみましょすいません。夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ありがとうございます。じゃあカードでお願いします。主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、承りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。う。どうでしたか？見せていただいてもいいですか？カードでお願いします。ポイントカードはないです。など、何か聞き取れたフレーズがあったんじゃないでしょうか。それでは最後に字幕がない動画をもう一度見てみましょう。どれぐらい聞き取れるのか挑戦してみてください。す
すいません、夜のメニューってもしあったら見せていただいてもいいですか？参考までに。すいません。ありがとうございます。じゃあカードでお願いします。主人館のポイントカードをお持ちではございませんか？あ、ポイントカードはないです。お作りいたしましょうか？あ、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ではここから動画の中には出てきていないけどレストランでよく使う単語や表現をご紹介します。まずは店員にリクエストをする場面。今回私はメニューが見たかったのでそれだけリクエストをしましたが、実際にはレストランの中でいろいろなリクエストがあると思います。例えば箸、スプーン、フォーク、このようなものをもう一つ欲しいという場合、それから水やお茶をもう一杯欲しいという場合、そのような時に使える簡単な表現をご紹介します。一番短い言い方はすみません、何々くださいです。例えばすみません、箸ください。すみません、お茶ください。でもこの表現はそんなに丁寧な言い方ではありません。もっと丁寧に言いたい場合は、例えばこのような表現があります。すみません、お茶をいただけますか？すみません、お茶をいただいてもいいですか？続いてポイントカードに関連する表現をご紹介します。ポイントカードを作る、ポイントをつける、ポイントを貯める、ポイントを使う。ポイントカードを作るはわかりますよね。まだカードを持っていない人がお店で新しいカードを作ります。続いてポイントをつけるというのは自分のポイントカードに新しいポイントを追加するという意味です。続いてポイントを貯める。これは銀行にお金を預けている状態と同じような感じで、自分のポイントカードの中にたくさんのポイントがある状態を表します。ポイントを貯めると言います。特にているの形でポイントを貯めているというようによく使います。最後のポイントを使う。これは自分がポイントカードの中に貯めたポイントをお店で何か物やサービスなどに交換することです。ポイントを使うと言います。例えば100ポイント使うとか、ポイントを全部使うというふうに使います。ポイントをつけるの具体的な会話の表現としては、例えばこのようなものがあります。ポイントをお付けしましょうか？ポイントをつけてもらえますか？お付けしましょうかは店員が使います。つけてもらえますかは客側が使います。もし皆さんがどこかのポイントを貯めている場合は、店員に自分からこのように言ってもいいですね。ポイントをつけてもらえますか？それからポイントを貯める。これは店員から言われることが多いですが、例えばこのような会話の表現があります。ポイントを貯めていらっしゃいますか？この時、もし自分が貯めているポイントカードがあるなら、はい、貯めていますと言います。もしない場合は、いいえ、貯めていませんと言います。最後に、ポイントを使うを使った会話の表現はこのようなものがあります。店員からは、ポイントをお使いになりますか？客からは、このポイント使えますか？店員が客のポイントの状況を見て、もう500ポイント貯まっているから使えると判断した時に提案してくれます。ポイントをお使いになりますか？もし使いたい場合は、はい、使いますとか、はい、お願いしますと言います。もし使いたくない場合は、いいえ、大丈夫ですとか、いいえ、結構です。いいえ、使いませんと言います。また自分から使えるかどうか聞いてもいいですよね。その時はこのように言います。このポイント使えますか？使える場合は店員がこのように答えます。はい、お使いいただけます。使えない場合は大抵このように言います。申し訳ございません。お使いいただけません。はい、皆さんいかがでしたか？本日はレストランで使える2つの場面の会話をご紹介しました。
レストランに入ってから注文するまでの会話については、こちらの別の動画がありますので、ぜひそちらをご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。